ホリエモンチャンネル。皆様、本日は01エキスポ2025へお越しいただき誠にありがとうございます。堀江です。よろしくお願いします。よろしくお願いします、よろしくお願いします。現代の学校教育についてというテーマになります。いつもよろしくお願いします。ゾス。いや堀江さんとははい25、6年前ぐらいからお互い20代の時にベンチャービジネスやってて、そうですよね。20代だったんですよね。そうあれはオンザエッジとかエッジの頃に、はいはいはい光通信で出資させていただいて、はい僕がなんだろう、法人版 AOL をはい松島さんとやるって言ったら、はい。やめた方がいいんじゃないですかみたいないやでもすごかったですね。そうですね。ヒットメール。ヒットメール、はい、僕が01でやってはい2年ぐらいで1兆円ぐらい時価総額まで行って、はいはいはい。で堀江さんと組みたいって言ったら、受託開発はうちやらないと、もうはいがっぷり、一緒にやるなら考えるって言われて、はいはいはい。当時他の恋人がいたんではいやれなかったんですけど、僕あれから光通信の法人営業部1万人部隊作って、はい何やったかっつったら、その中卒とか、はいアスリート出身とかを中心の、まあ要は学歴ないはい連中とかで700人社長を作ったんですよ。はいはいはいなんであんまり真面目に高校大学行くこととはい経営者になるっていうのは必ずイコールじゃないなと思っていて、はいそれをこう体現した経験とかをなんかゼロコーさんが講師とかやってくれとなるほどね。この前頼まれて、じゃあやりましょうと。はい。堀江さんもね大学卒業したわけじゃないし、まあそうですうね。ん、まあ僕の場合は地元の公立中学に入りたくなかったんで、あそれが大きかったっていうなるのと、僕勉強めっちゃ得意だったんあ、で、うん得意なことって楽しいじゃないですか。そうですね。そう僕もオール5ので川越高校って偏差値70の高校はい行って、はい尾崎豊聞いてる時にはい大人に支配されちゃあかんとはい思って全部0点出して、はい。そっからもうずーっと勉強とか嫌いになっちゃってへー不登校だったんですよ。へえ。なんですごくゼロ校の生徒とか中学生とか友達いっぱいいて、今でもはあはあはあはいみんなで一緒に経営者になって世の中ひっくり返そうぜっていう話。なるほどね。うんそっか、そういう風になったんですね。僕割と東京行きたくて。そうですよね。そうなんですよ。今みたいな時代だったら東京行きたいって多分思わないんで、うん行かなかったと思うんですけど、僕は親に金出してもらって東京行けるのって東大入るしかねえなと思って、それで行ったんですよね。それでいけるからすごいよね。いやだからなんか中途半端な成績だと旧大でいいじゃねえか、九州大学ってとこあるんですけど、まあ地元のね旧帝大系に行けって言われるんですけど、いやーそれだと実家から出れねえから嫌なんだけどなみたいな感じで。でもなんか当時の堀江さんは20代で髪の毛が金八先生みたいに長くて、名刺もなんか変な形してて、なんかほんととんがってて、あの頃から。まあ髪の毛が長かったのは本当に髪切りに行く時間がなかったからっていうのがそういう理由なんですけど、名刺が変な形をしてたのは名刺が話題になるからなんですけど。確かに。はい。何なんですかこのなんか変な名刺は。六本木に最初のオフィスとか2番目かな、なんかはいワインセラーみたいなのなかったですか、なんか入り口に。ワインセラーじゃないんじゃないですか。ワインバーかなはい、バーカウンターありましたね。バーカウンターはい、バーカウンターありましたね。北さんかなんかと行って、おおすごいなってはい。覚えてますね。はい。なんか変わったことしないと。しょっちゅう移転されて、はいコピー機もいっぱい買っていただいて移転するたんびに僕らが行くっていう。ああ、そういえばそうでしたね。はいうんそう、社員がめっちゃ増えたんで、そうそうそう。結局なんか六本木ヒルズに入った時も、うんワンフロアまだ六本木ヒルズ埋まってなかったんですよね、あの頃。うん安くするんで、うん来てください。フリーレントも多分11ヶ月分ぐらいついたと思うんですよ。だから、じゃあ移転しようかって言ってそうです、よね。さすがにこんな700坪もあったら埋まんねえだろうと思ったら一瞬で埋まりましたね。 2000年中盤ぐらいかな、はいベンチャーブームとかヒルツ族が来て、はい。当時僕覚えてるんですけど、高校生大学生がなりたい職業みたいのでああ。 IT ベンチャー経営とかね、一瞬増えたんですよすごく。そうですね、増えましたね。僕そっからジャック・マーさんと孫さんにちょっと宿題もらって、アリババの日本の社長やって、はい。それからドバイで10年ぐらいいて、はい。 15年海外ビジネスやってたんですよ。あ、そうなんです。そうなんです。でコロナで強制帰国で戻ってきて、あ、日本の若者見たそうなんら、また JTC っていうかいい学校行って有名企業行って安定を求めてるっていうのが今増えちゃっって、はい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 。当時我々で大暴れして、はい。我々自身がロールモデルじゃないですけどベンチャー経営みたいなブームになったのに、
ちょっと今元気ないな、下火になっちゃったなと。そうですね、うん僕らの子供世代ですよね、だからね。そう今まさに親に聞くと、親めっちゃ保守的で俺同じ世代じゃなかったっけみたいな。あ、そう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 。同じ世代の親がかなり保守的なんですよね。多分ね、親の影響なんですよあれって。ですよね。はい、うん、やっぱりこれから AI も来るし、マニュアル通り暗記してやる仕事なんていうよりは自分の力でこう稼ぐみたいなの大事だと思ってて、普通の学校で習ってることって全部役に立たなくなるからいらないいやほんとびっくりするぐらい役に立たないことを教えてて、なんでこんな時間の無駄やってんで。特に AI が来てから、このゼロコって今の生成 AI ブームの前に作ったんですけど、生成 AI ブームの前もクラウドが出てきたりとか、そのディープラーニング出てきたりとかして今までの教育全くいらなくなるなみたいな。僕たちがその IT ベンチャーブームを作った時ってまだクラウドなかったんで、そうですね。だから人間の脳が置き換えられるみたいなことってまだ起こってなかったんですよでもクラウドが出てきて、クラウドが何変えたかって記憶を変えたと思うんですよね。だから何でも Google に検索させたら出てくるじゃないですか、答えが。もう今だったら生成 AI がチャット GPT が答え出してくれますけど、優秀な秘書みたいな感じで答え返してくれるんで、そういうスキルをいくら人間磨いてもそいつらにやらせた方が早いし安いしってなっちゃうんで、もっとやりたいことをやると、なんか社会がこう言ってるからこういう職業に就くと安定とかじゃなくて、自分が最もパワー全開でやれることを見つける、そういうのをこうモラトリアム期間の18歳とかそのぐらいに見つけるってめっちゃ大事じゃないですか。そうですね。それがなんかこのゼロ校の経営者の人を聞いてると、それを後押ししてゆくゆくは日本一起業家を増やしたいと。なんか最近そう言ってますよね。で起業家にはやっぱり営業力大事じゃないですか。僕もちょっとこれからこの生徒さんに営業の先生として特にマインドセットとかゾスの力をゾスの力をいやだからいやあれから20年経ってこうゾスがネットミームになるとは思わなかったですよすいません。なんか箕輪さんとか田畑さんと堀江さんの周りの人も面白いねっつって、これだよこれからはみたいな。いやいや本当に面白いっすよ。ちょっと行き過ぎたんじゃないですか、ホワイト化とかハラスメントとか。いやでもね、とはいえ現代の光通信って何だと思います？もう昨日ね、僕リアルバリューっていう起業家育成バラエティ番組みたいなのやってるんですけど、その挑戦者で挑戦者で来たのが元オープンハウスの営業マンで、オープンハウスはなんだっけな、これからですみたいな、こっからっすみたいな、こっからっすだ、こっからっすみたいな高橋君っていう社長だったんですけど、その高橋君、お前これからっす高橋に変えろっつって名前変えろっつって、僕もゾス山本って最近言われて検索すると出てくるんですよ。ゾス山本、いやでも本当面白いですよね、そういうネットミームが。なんですかね、やっぱり経営者も社員様みたいになってるベンチャー多いんですよ。なるほどね。ゆとり教育の後のなんか働き方改革で社員の福利厚生とかバカ野郎とか言えないんですよ今。今日可愛いねも言えないんですよ。こういうのがベンチャーまで降りてきちゃったんで、既得権益者をやっつけてこれから下克上やる側にまでそんなホワイトにして、時間もなんか雰囲気も全部弱体化しちゃってる。そしたら日本の新陳代謝起きないから、日本やばいじゃないですか。やばいですね。その時にゾスって言って変えろ戻せとなるほど、少し昭和に戻せっていうのを僕は提唱してて、案外いろんな経営者が僕のおかげでちょっと言いやすくなったとか、飲み会もできるようになったとか、飲み会もできるようになった、コロナで完全自粛になってもうみんなで縮こまってたんですよ。確かにお前ら飲み行くぞとか脱げとかあったじゃないですか、昔の勢い。ありましたね。あれ全部禁止になって、多分堀江さんも昨日朝まで飲んでて、僕も飲んで怪我しちゃいましたけど、こういう昭和の親父たちがもっと好きなこと言えて、で部下たちも上にガンガン言えて、世の中にもなんか言葉を選ばず建前じゃなくて本音でなんか政治も教育もビジネスもやれるようになると、もっと日本復活するなと。炎上を嫌がる雰囲気はありますよね。そうそんなの気にしてらんないよっていうね感じで僕は考えてで、僕も高校生大学生向けにグローバルパートナーズ大学校みたいのずっと6、7年前からやってんですよ。案外こう見えて
ブラック親父だけじゃなくて、はい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 、教育とか社会のこと考えて、あ、そうなんですね。はい、やってて、まあ、そういう時の知見とかもこの一緒にいやでもね本当にこれゼロ個作った6、7年前って大丈夫かみたいな状況だったんですよ本当に、教育も。そう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 、だからそれを文科省とか先生の悪口言っててもしょうがなくて、そうですね、僕ら他の大人も乱入してって、はいはいはい、やることやりたいなっていなるほどう感じなんですよね。はい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 、はい、やっとねちょっと変わりつつあるっちゃあるんですけど。そうですね、でも生成 AI とか本当にみんなちゃんと使ってなかったりしますからね。使えてないんですよ。なんか今だから起こってることってその本当に人間っぽい作業が全部その AI に置き換えられるんで、多分人もなんか営業の形も変わってくるでしょうね。変わると思いますね。ただやっぱりこう人から信頼を持たれるとか、説得するとか、ファンになってもらうとか、お前が言うならなみたいのはもしかしたら人間が勝てるところかもしれないし。いや僕勝てない。じゃあみんなでじゃあ100人ぐらいにお前ら一緒に頑張ろうおーみたいのは AI できない？できますね。多分僕それは全然できると思うんですけど、人間にできること全部 AI できると思うんですよ。あ、そう。基本的には。へえ。いやだからどうしよう。こっからの世の中っていうのは多分そのスポーツのように役に立たないことを、そうですね、がエンターテインメントになっていくっていうか、まあ要はいかに時間を潰すかみたいな話なんで、そこなんですよ。だからそういうのは本当子供の頃からそういうのに慣れといた方がいいと思いますよ。そうですね、あなたの仕事も明日からないっすよって言われたらってなるじゃないですか。まあ、ただやっぱりその縄文時代とか古い時代から人間っていうのはこう社会と関係しながら稼いでいかないと食っていけないから、やっぱりこう会社にぶら下がリーマンとか、親や学校の言うことだけを聞いてマニュアル通りやるのはもう確実にもうやばいなと、だから明日常に今の仕事なくなると思って、それでも自分の能力発揮すれば稼いでいけるっていう、そういうのが大事ですね。僕なんて全く怖くないですから、会社潰しても営業できるんで、そこが多分今例えば週休2日じゃないですか、で僕らの親世代って日曜日しか休みなかったじゃないですか、そうですね。ですよね。だから人間だんだん適応して土日をちゃんと時間潰せるようになったんですよ、でもこれから週休3日になって4日になって5日になって、多分1週間に2時間しか働かないみたいな時代が多分来るんで、なるほど。そういう時にはそれ以外の時間を何に使うのかっていうのが多分これから大事になってくるんじゃないかなって僕は思っていて、随分変わるってことですよね。随分変わるし、今遊びだって言われてることが仕事のように扱われるようになると思うんですよ。僕も昔は1万人部下持って威張ってたんですけど、多いのが怖くて、多いのが怖くて、で少ない人数で効率よく1人当たりの売上上がりどでかくするってことばっか考えてて、社員数とかビルの拠点とか固定資産で自慢し合う大会まだやってるんで、世の中の社長が。それ怖いなと思って。怖いです怖いです。小さくやってたくさん儲かるっていう。その通りです。それずっと考えてますね。だからそういうことをその高校生の時からやっとくと、いい大人になりますよ。すごい環境ですね。そういうことをやるべくこういうことやったらいいんじゃないですかってことをずっと提案し続けてきて、やっと最近ちょっとは認められるようになったっていうのが、まさかここでね山本さんとね対談するとは思わなかったですけどねまたねちょっと時間になったんで、ぜひ今後もぜひ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。堀江貴文のブログでは言えない話、毎週メールマガジン出しております。皆さんの質問に対する答え、ルールさえ守っていただければ全部答えますので、メールマガジン入ってみてください。月額880円、どっしょい。